あれおしゃれ。出た。リップ用？リップ用なんかチーチがくれました。あれ持ってたやつじゃなくて。チーチが持ってたやつを長崎来ちゃった。もらいました。後で行きます。後で行きましょうか。チェックしたい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 よ。ボスの。勝手に逃した。チェックしたい。ちょっと待って。まだかな。そろそろ来ますかね。今日は久々のバックチェック。まずはサンタ君。まずはサンタさんが。来ました。ありがとうございます。社長出勤ですか、サンタさん。おはようございます。おはようございます。今日は久々の突撃バックチェック。2026年。2026年で忘れてないですよ、僕はこの企画を。まだまだこする気でいるんで。でももうずっとでしょ。ずっとやりますから。5周年とか10周年とか入ってくるし。確かに。みんな違うバッグ。確かに。バッグもね。深大寺も行かなきゃね。確かにですね。深大寺行きたいですね。次はね。じゃあちょっと一発目は、私のバッグチェックから。サンタさんのバックチェックから。変えましたよ。あれ2回連続さ、主宅で行っちゃったから。今日は SPSH のジンホルダーですね。金子さんとか谷さんがよく使ってるやつ。あんまでもイメージないね。実は僕持ってるんですよ。多分これ2年目とかじゃないですか。そうだろう。去年入ってきたやつのさらに1個前に買ったから、なるほど。実は持ってるんですよ。でも確かにちょっと使って仕上がってるね、少しは。こういうね、毛玉がついてるのがいいですよね。そう、結構使ってるね。あとこれあれだ。金子さんがまだ知ってなかったこの周り止めもたまに使う。ここにね、斜めに前回のねバックチェック見てもらったら。そう。これがあると自転車乗ってる時に前に押してこないよってやつ。結構ね、荷物少ない時は結構これ使います。何が入ってるんですか？これね、でもね、今日は超なんか本当何ですかこれ？何これ？これもうこれに入れとけばバッグの中が綺麗になるやろうと思って。バックインバッグ。おお、すごい。いろいろもうよく怪我するし、ライドに行った時に怪我するんで、この絆創膏も各種みんなに配れるようにいっぱい持ってるのと、これですね。ハンドクリーム、スキンケア。超乾燥するんでコンタクトのこれもう絶対みんなも男子持ってるでしょ。これみんなではないけど懐かしい感じしますね。もうね、脇に塗るとね、一日この匂いを防いでくれる。もうこれがないともうね、ちょっとね、運動部感あるな。これ自体は何なんですか？これ自体は何だったっけ？プエブコ？プエブコ、はい。プエブコ三茶にもあるし、いろんなところにも入ってるところの化粧ポーチかな。なんかでもなんかそのパカって開くの使いやすそう。サイズが何種類もあって、本当でっかいやつともっとちっちゃいのもあって、これがいいかな。なんかこういうなんか泊まりに行く時とか、なんかこういうもの入れるのにとってもおすすめです。ガサツなんで良さそう。あれですよね。なんかミリタリーものをリメイクしたりとかって僕も結構好きで、宮下パークとかに入ってるね。あとは手袋も猫の毛が最近猫がいたんで。あれ手袋お揃いかも。本当？はい。どうってことのない手袋。プロップスで買いました。いや、違う。これなんだろう。まあいいや。なるほど。あれヘッドホンだ。ヘッドホンなんかいつつけるんですか？これはジムでよく使ってて。そういうことか。サンタさんといえばね、前回ジム用品が大量に、昨日も夜すれ違うジム帰りのサンタさんに最近それでもう自分の世界に入り込んでやる。そうです。これでそうですね。なんかやっぱ他のもっと重たい荷物重量上げてる人がやっぱふーんとかやっぱ言うんですよ。それはちょっと気になっちゃって。もっと毎回こうふーんとか言うのになっちゃうんで、これでちょっと自分あるあるなのかな。あんまりピンとこんけど、そうなんでしょうっていう。で、意外とそれが使い勝手がいいんで、日常でも一応何かあった時用に忍ばせてて、
であとはまあ財布なんで。お財布。ないです。まあバッグはそれでラックがめちゃくちゃ気になるんやけど、ラックですか。確かにこれは最近ほんのり取り扱ってる、ほんのりですよまだ。ほんのり取り扱ってるオールドマンマウンテンっていうところのラックで、なんかイメージはあれですね。結構海外のマウンテンツアーラーとかヘビーツアーラーの人たちがよくちょっとアルミで太めのラック。でここに本当いっぱいもう荷物積んで、で後ろとか前もあるんですけど、そういうのでツーリングしてる人たちがよく使ってるイメージのブランドで、それが最近取り扱いが始まった、取り扱ってて、それを本当は真っ黒の、ラックなんですけど、ちょっと今実験的にパウダーペイントをこれからちょっとできるようになるかもしれないっていうので、ちょっとサンプルで塗ってみて、塗る練習も込みでみたいな。そう塗る練習も込みで、自分もフロントにこういう大きいラックなかったんで、ちょっと買ってみようっていうので、かっこいい。そうです、買って塗ってもらって今実験中で、どんだけ毎日酷使しても、もう最近本当ストラグラーしか最近乗ってないんで、これたくさん使ってここにメッセンジャーとか載せて、通勤してどんだけ色が剥がれないかっていう実験中。本としてはなんか軽いし。私割といろんなバイクにつけれる設定になってるんで、マウンテンバイクにもつくし、普通の街乗りバイクにもつくしっていう感じ。割と調整がしやすいんかな、この辺。なんかいろいろつけられそうな感じしますね。なんかね、下がスルーアクセルにつけれるタイプもあったりしますよね。あるし、あとはなんか前も後ろもどっちもいけるやつ。同じラックで。これの半分でフロントとリアどっちもつけれますよみたいなやつ。ここになんかこれちょっと気になるんですけど、これなんですかこれ？これですね。メモリみたいな。イエールクミ君かながクラストのと仲いい。クラストのあれですよね。ブルーラグコラボの箱のデザインしてくれたりとか、スーパーゴルディートのね箱のデザインとか、パッケージデザインね。フレームのあれもか、グラフィックもかっこいい。グラフィックもしてくれてるクミ君がよく釣りをしてて、ババス釣りが好きで彼がで、魚って釣ったらサイズを測るためにこうなんかシートがあるんです。長さのシートで買って写真撮って今の自分は何センチのバス釣ったよってやるんですけど、それは彼自転車も好きだから、そういう引くやつじゃなくて自転車にこう貼って、ここでトップチューブで魚測ればいいじゃん、魚をこうやってっていうやつらしい。サンタさんもね、そうですよね。釣りがね好きでね。最近行けてない。でもこれもう入手しちゃったんで、ちょっと当てがってるサンタが見たいわ。ぜひ見たい。ここまで行ってほしいですけど。50で足りるかな。50で足りるから、なんかあんまね。これでもあれか、トップチューブある程度長くないと貼れんってこと。本当はもっと長さあるんですよ。切れるんだ。僕の場合はちょっとここはみ出でもうちょっとこっちからやったらもよかったかなと思います。トップチューブの長さがなんとなくわかるっすね。これ54、5とか。サイズが分かる。自分のトップチューブのね、サイズのあれにもですけど、そう切って貼ってるっていう感じですね。ストラグラーもなんか僕あんまりなんかイメージなかったんですけど、ストラグラーもいつの間にって感じの。最近もうずっと本当もうこれしか乗ってないです。逆に多分街乗りとかだとこれぐらいそこそこ太いタイヤが入って。ぐらいで本当にいいんだなって最近思ってて。なるほど。別にあんまスピードも出さないし、これぐらいもちもちしてたら楽だし、そうちょうどいいみたいな。ちょうどいい。ラックもついてて、荷物乗せて手ぶらの時もあるし、このチューブでこうやって、ラックのストラップつけてれば、なんか買ったものとかここにも適当にバンって挟んでいけるから、エブリデイバイク。じゃあ続いて、サンバ君。僕のじゃあ帰りましょうか。今日はベイリーワークスのスーパープロメッセンジャーバッグ。スーパープロの方だ。いいやついきましたね。かっこいいね。ちゃんと周り止めもついてる。そう。これな、サイズもちょっと大きいしね。こういうよく入るよね。今日はちょっと荷物が大きいので、大きいカバンが必要ということで。なるほどね。これにしました。いつもよりも大きいカバンを背負ってると。そうですね。日によって全然そういうもの変わりますけど、今日はちょっとこういう自転車のパーツとかがあるので。なんか組み替えようとしてた。これはそうなんですよ。まさにこの今日乗ってきたラカブラ。でまたあれかドロップに変える。
そうなんですよ。多分前も幡ヶ谷の時これだったと思うんですけど、うんその時もフラットバーで、実はその後ドロップハンドルになっていて、なってでフラットバーにして変えてでまたドロップハンドルにしようっていう日です今日は。忙しいね。ちょっといじるのが楽し研くて。究が絶えませんから。でまあこういうなんか大きいもの、ね、特にこういうハンドルとかだと、なんか見せてちっちゃいカバンだとハンドルは何だい？厳しいんで、ハンドルの紹介いいんですかね。簡オールロード単にバープラスだね。ハンドルはそうですね。これがまず、簡単に谷さんがデザインしたニット製のオールロードバープラス。最強だよね。そう。これがこういう風に一時期ついていましたと。で、それを外し、これになり、で今日はこっちをつけようかな。これは何で持ってる？これはこ部品がついてるなるほどね。はい。パズルのようにこう組み替えて、なるほどですね。って感じなんですけど、ちょっと営業後にね、今日はちょっとこれをじゃあ今日夜鍋するんだね。夜な夜な楽しもうかなって感じです。すいません。このバッグはどれぐらい使ってるの？これはでも半年ぐらいですかね。全然時間はごめんなさい。結構じゃあ中は結構味出てるね。中がやっぱあれなんですよ。こういうの入れるとこういうのをそのまま突っ込んじゃうんで。でも逆にいいよね。それぐらい汚れるのが。汚れも気にせずなんですけど、逆に綺麗なもの入れちゃうとこの汚れがついちゃうっていう、あんまりおすすめは。じゃあサンバ的にはもうそういう運搬用としてもう割り切って使ってる。これはもう本当に大きい M サイズです。M サイズメイドイン USA。この感じ。そう、これ縫ってんだ自分で。そうなんですよ。これ俺それあっちくかと思った。裏側なんか見えてますけど、このパッチ、あっちを縫ったんだ。ワッペンをこれヘリをミシンでこう。どこ家で？いやなんだろうな、うちのさっきこれから出てくると思いますけど、そうアンさんとかがいる縫製チーム、ちょっとミシンをお借りして、あの時にそうちょっとワークショップ的な感じでやってみようっていうので縫ってみました。これはちょっとアメリカ出張の時にゲ取ってきた思い出のワッペン。俺もなんか貼りたいからちょうだい。そうこういうちょっと自分仕様にカスタムするのもやっぱメッセンジャーの楽しいところかなっていうので、すごいね、いっぱいこうやってシタクとまた逆でこうやっていろいろそうですね、ちょっとこのガバッとでかくていろいろ機能が、さっきのこういうストラップもいっぱいついてますけど、そこにもねリフレクター、そうここにもついたりとか、背負った時に後ろからベイリーの特徴というかだけじゃないかもしらんけど、このさストラップの中間でパチンと外せるやつって使う？これですか？ここだけポコッと。これでも使いますよ。全然使うときはそう普通。ここがもう本来はここの緩め締め緩めで取ることが多い。そうですね。これでこれは抜くことが多い。これ取ること多いですけど、これはもうここでパコンって外しちゃう。ここでパコンって開放できる。スペースエイジのメッセンジャーの確かこれのスタイルですよね。そうなんだ。これはでも本当に便利で、特に重たい荷物入れて背負う時とかはこっちの方が楽なの。そうなんですよ。あとこういうハンドルを入れて背負う時とかってぐるんってやったり下ろすのも大変。パンパンにしてるとやっぱ体からこう取ろうとしてもなんか難しいってなりますけど、これだともうこの状態からカパッと開いてこういう感じ。確かに慣れてるな。所作がもうこの辺ちょっとね、なんか同じように見えて違うから確かに選ぶときポイントかもしれないですね。そうかもしれないですね。今ベイリーが欲しい。ベイリーいいですよ。ベイリーとバガブで悩んでる。バガブもね、いいですよね。いいよね。これストラップもメーカーによって違ったりとか、これシートベルトタイプで頑丈ですよね。そう頑丈でツルツルしてて柔らかい。そう、あとやっぱベイリーはこのバックルの開放がすごいスムース。こういうかっこよ。慣れてるね。そうここでこうガーッと引っ張ってガーッと自分でやるとき好きな機能がね、ここのカチャってなるやつ。これがないと、なくても全然いいんですけど、ないとこう自転車乗ってるとこうバックが垂れてくるよね。こうやって垂れてきてちょっと戻してみたいな。ちょっと鬱陶しいよね。そう。この戻す動作もね嫌いじゃないんですよね。なんかね、わかるよ。使ってる感じで、これがあるとここでこうやってストラップがあるこっち側にもクロスして
こう引っ張ってくれるので、まあ、両脇で支えるというか、こう前に降りてこないよね。動きづらくなるっていうので考えられてるよね、本当で。非常に。あとまあ荷物が多い時とかこうなんだろう、多分ちょっと分散、重さがかかるところが分散してくれて気持ち楽、いいねっていう感じですね。パッドも厚いしね、ここの。そう、パッドも分厚くて。あとなんだろう、あれか、右肩左肩これ変えれるね。変えれるんで、普通っていうか目線じゃなくて結構左に肩に乗せる。まあ逆もいる。そうですよね。右肩乗せる方が慣れてるなって人は付け替えれば逆向きに。あんまり右肩用のやつってあんま売ってないし、うちとかだとオーダーとかの時に変えてもらうしかなくて。だから右利き用ってことよね。まあそうですね。こっちが使えるようにって感じですけど。そうですね。で左利きの人はそうこっちに乗せたい人も使えるよっていう、文句なしですけど。いいです。素晴らしいです。ありがとうございます。ちょっとだけじゃあバイクもそうですね。バイクはもう全然バックとかついてないんですけど、このハンドルもでも最近そうですね。再入荷あったよね。確かにブラックマウンテンのバーノンオリジナルのバーノンハンドルで、マイクさんがデザインしてくれてニット製のフラットバー、こいつがマジで調子よくて、僕はもうシルバーとブラックどっちも持ってますけど。日本買いです。なんで調子いいのに変えようと思ったの？それはまあ探求心試したい、探求心であり、いろいろ試したい、気分であり、違う姿を見たいっていう欲ですけど。関係ないよね。そう、これまあ単純に本当乗り心地もいいのと、ハンドル乗り心地もいいのと、あとはなんだろう、曲がり始めるところが遅いというか、結構こういうハンドルってこの辺からカーブが始まることが多いんですけど、これ結構まっすぐのところが長くてクイッて曲がる感じ。そうなんでここにバッグつけたりとか、今日つけてないですけど、あとカゴとかつけてもウォルドの137がぴったりこんぐらいの幅なんですよ。なんかこう見た目の収まりもすごいよくて、その辺が気に入ってるポイントですかね。って感じで、サドルもブラックマウンテンの最近入ってきた復刻した SST ですね。もうこれは WTB とブラックマウンテンの共作というか別注というか、もう WTB 初期の90年代とかにあった形で廃盤になってたんですけど、マイクさんがお願いしてもらってこの度復刻と、ちょっとこのいなたい形がすごいいいよね。好きですね。ちょっと前が下がってる。ちょっとオールドマウンテンとかそういうのにも似合いそうな。タイヤは最近変えてるね、これ。タイヤは変えてますね。新品だもんね。もう綺麗なタイヤが。2ナイナーで。そう、WTB のマクロっていうすごい太いタイヤ。2ナイナーの 2.4 とか。ラッパブラの本当マックスクリアランスぐらいの。なんかノブも高すぎずゴツゴツすぎずでどっちもいけそうだね。街乗りもグラベルも。そうですね。本当になんか軽いっす。なんだっけ、ケーシングもすごいいい 120TPI とかなんかいいやつで、しなやかで乗り心地いいですね。確かにムニムニしてるね。そう、ラカブラだとレンジャーとか2ナイナーでボコボコ少ないオフロードタイヤつけること多いと思うんですけど、それよりさらに太いのが最近入ってきたよっていうので、なるほどね、ちょっとつけてみました。何でもできちゃうね。これ1台あればですね。遊べますね。ちょっと今日の夜にホイールは組み替えてまだ組み替えるの 27.5 にしようかな。探求心がちょっと最近爆発してて、明日休みだからちょっと今日はもう本当に4時ぐらいまで朝日が見えるまでとかっていやわかんないですけど、そんな感じかな。とっても気に入ってます。はい、ありがとうございます。みんなのバイクジョッキそうですね。ちょっと幡ヶ谷店のメンバー、そうですね、いろいろ気になるバイクが止まってるんで、じゃあやっていきましょう。ありがとうございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、幡ヶ谷のミンミンです。おはようございます。今日は2026年一発目のバックチェックをしに行きました。久しぶりですね。ありがとうございます。1年ぶりですか？1年経ってないか。僕まだされたことないんで。あ、本当？多分。あ、本当？バックはないかも。ないかもしれない。バックはない。はい。ミンミンさんで結構バックのイメージありますけどね。あ、本当ですか？教えてよ。したりとか。教えてよ。今日のバッグを。はい。これはフェアウェザーのハンドルバーバック ADV あるやつですね。のなんかプロトタイプ的な感じで第2まで作ってもらったやつと、今のバッグの
新しいわってことですか？いや、もうまんま一緒です。あ、一緒で？そう素材が違う。で、これはフラップもサンプルっていうかプロトタイプ的な感じでずっと使ってみてるって感じなんですけど、まあ製品化されるかわかんないけど。あ、これがまだプロト、これも新しいプロトだ。そうです。これはただ上からかぶさってるだけなんですけど、わかんない。あんま製品化されるかわかんないからあんまり。お楽しみにだ。何用なんですか？もう普通にフラップなんで。拡張やね。そうっすね。これ一応こうすげえ。こうもなるから、まあ通してるところが今違うけど、なるほど。広がりもするんで。あ、そうこうああ、なるほどね。へえ。単純にあとはまあ浸水防いだりとかも意味もあるっていう。この後付けで。そうなんですよ。ハンドルバーからこう引っ掛けるんで、まあこっちから引っ掛けてもいいんだけど、こっから引っ掛けるからさらにハンドルバッグ自体をグイって持ってくるんで、若干すりにくくできるよね。はい。その紐で引っ張り上げれるから。ただで覗いた下がただ僕の場合これはあれちょっと待って、ちょっとコラムをビタで切ってて、もう全然吸っちゃうんで低すぎてタイヤに当たっちゃう。ここ見ればわかると思うんですけど、引っ張り上げでは足りなかったんや。めちゃくちゃ吸っちゃうから規定があるってことですけど、これはこれもこれあれじゃない？入荷してないんですよ。これからのやつだよね。そうです。何ですかこれは？何リサーチですか？ショベルリサーチ。ショベルリサーチ。でもこれそっか、本物どうして？これキープスグッドガレージで扱っててオーストラリアの。ああ、なるほどね。そこで買ってきたというか、そうです。入ってくるよね。入ってきますねこれは。入ってくるんじゃないですかな。来ると思ってますね。これすごい。でまあね。これだけじゃなくて感知ブレーキの千鳥とか、結構面白い部品細々ね。感知ブレーキの千鳥がすごい可愛いっぽい。丸いローラーついてるやつ。新しい色とかもなんか良さそう。ブレーキの台座からこう出てるさ。そうですね。使ったことない。これはまた改めて説明あるかな。僕もポートランドでこれやってる人にお会いしたんですけど、そうすごい自転車オタクな方というか、女性の方一人でやってらっしゃって、こういう CNC で削り出しでこういうスモールパーツ作ってるとこで、勝手に男性かと思ってた。ちょっと気になってます僕も。自転車もマジでかっこいいです。リベンデルとかも乗っていて、ダイナミコのみんなとかも仲良くてみたいな。じゃあ楽しみですね。ちょっといいですね。バック関連パーツということで。バック関連スウェルリサーチですね。でこれは見慣れない感じですけど、色が。これがフレームバック SP なんですけど、フェアウェザーの新しい色、これもまだ僕がブログ書く待ちなんですけど、なんかフレームバック ADV の新しい色を考えてって言ってもらった時があって、でそれと一緒に僕 SP が好きなんで、SP でも同じカラーウェイを用意してくださいますかっていうのをお願いして、SP と言いますとスプーン形状で、これですね。はい、このボトル2本入っても邪魔にならないよっていうやつで、ちょっと持っててもらっていいですか？もちろん。でこれも新しい色を2色作らせてもらったんですけど、柔らかい素材ですね。これはもうインラインで出るってこと。なんかインラインのバッグなんだけど、ちょっとこうハンドメイドで作ったバッグ感が出るような、今まで単色が多かったほぼやったのが、こういうちょっと外してきたような、これでこの金額で買えるバッグって結構なんか所有欲満たしてくれるけどいいバッグなんじゃないかなって思って、これめっちゃ入るしね。そうっすね。で白の引き手で、あとオレンジのコードも指定して、本当だ確かに。まあこれはなんか僕のオレンジのパーツが似合うかなと思って考えてっていうのが最初なんだけど、実際いいなと思ってる。いいですね。2色展開みたいな。一応2色新しいのと、まあもちろん既存の色もそのまま。間に入ってるボトルもあれ。これはクモサイクルっていうオーストラリアのキープスグッドガレージとか同じ州にある州でやってる、はい、ハンドメイドバイクを作ってるキースさんっていう方のブランドです。そうです。これもこのすごい、これはいただいたやつなんですけど、トップキャップすごいよね。ギザギザですごいぞ、ね、これかっこいい。それでこのクモサイクルの人がちょっとこっちが説明しやすいかな
なんかセブンイレブンのあら絵をサンプリングしてるっぽいんですけど、去年日本来てて上馬店にはね寄って日本ずっとツーリングしてたのをインスピレーションに作ったボトルらしい。でこっちがオーストラリアでいつも自転車乗ってる国立公園の風景を、はい、インスピレーションに作ったボトルらしくって、これも仕入れさせてもらったんでそろそろ発売。なるほど。はい。上馬からしまなみ海道までチャリで行きました。自走で。自走です。すごい。箱根ぐらいで食らってんじゃないかなって思ってちゃんと帰ってきた。自転車いっぱい乗る人なんですね。なんか日本のビルダーさんのところで修行したみたいな。なんかそうみたいですね。日本がそれで好きみたいな。雲も日本語の雲って多分。なんか日本多分マジで好きで、日本食も好きで、一緒にそのクラストのヒープス行ってキャンプバイクパッキングしてきた時にキースさんも来てくれたんですけど、ありがとうございます。もう来てくれたんですけど、袋うどん食べてたんですよね。袋うどん。オーストラリアでですか。そう。袋うどんと日本の缶詰食べて結構真面目に日本好きみたいです。その食文化とかも。なるほど。はい。言い残したことはないですか？言い残したこと。このそうですね。服の話ずっと気になってたね。確かになんか。いやこれボットです。ケイシありがとう。それだなと。一応じゃあバッグの中に僕は見せてくれるんですね。バッグが入ってるって感じです。あれ？まあこれはサコッシュただの。これ見たことないですね。これはアメリカで買ってきました。アウターシェルのやつ。アウターシェルか。はい。でこの中にモバイルロックが。これは普段持ち歩いてるですね、必ず。なんで忘れないようにこの中に。これもいいですね、ちっちゃい小分けができて。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日は何のバッグですか？いや、俺去年と変わんねえいやでも本当にこれ使ってんだなっていう。スペースエイジ。ジンホルダーか。ジンホルダーで。だいぶ味が出てきました。確かに。でもやっぱコンボさんのやつが一番すごくない？白でさ。そうか、白生地だから。そう。あれ俺羨ましくって買ったの。なるほど。で買って今も羨ましい。だいぶ味出てますね。味出たけどね。汚ねえよな。成長を見れます。成長見れる。成長見れる。前回とぜひ見比べてほしい。やっぱここの毛玉の量が増えましたね。増えた。成長した。そう。やっぱりいろんな服を着たね。持ってかれてますもんね。そう、もう冬とかも本当にあっとかってビヨーンってのがいきます。そうね、前からまた半年ですか1年ぐらい使ったね。改めてどうですかジンホルダー。変える必要がないんだよ。そう変える必要ないけど冬じゃないですか今。やっぱアウターをさ脱いでさ入れようって言った時に入んなくって。入んないですね。そうまあ入んないっていうか今俺ほらノート PC 入ってなんかいろいろやって入れてくから整頓されてます。違うもうポケットねえんだもん。使いづれ危ない使いづれ。そうでもそうアウターが入んないからメッセンジャーバッグとか持ってるからさなんかそういうのに変えようかなって思ってたんだけど流れて2月になってしまう。使っちゃいますもんね。使っちゃう。それはどここれ確かに何これ。これね昔ねお人形用みたいな10周年ブルーラグ10周年だった時があったの。その時に笹塚ボールで出店みたいなやつやらさせてもらってるよ。店の中で。その時に何でもいいよって言われたから俺なんだっけジンとあとなんか自分で作ったリサイクル生地のちっちゃいメッセンジャーバッグ。これ金子さんがそう俺作ったのこれ。すげえ。何入ってるんめっですか？ちゃ可愛い。ソーバッグって言ってそうな。ソーバッグ。そうソーバッグ。タグもなんか既視感あるなって思ったんですけど。ソーバッグじゃなくて。いやまあね。そうでそうなんかそうトゥーストラップとか使ってやってるんでこれ10個ぐらい作って売れたのよ。そうめっちゃ可愛い。欲しいっすね。いや意外と俺がこうやってもう縫ってたから本当にマジで。そうこの中はねあれ空耳オールシティの空耳とあとこれリベンデル出張行った時にもらった
修理キット。パンクの修理キット。修理キット。あれ？ここの位置書いてあるです。かわいい。かわいいよね。ただ漢字のポンプを持ってない。空気は入れらんないけど。ポンプは誰かに。そう。めっちゃ可愛い。いいっすね。一応ね、こうカードケースに。いいサイズ。大体俺の灰皿になったね。そう。これ可愛いよね。マジで。いやマジでもう一回やり欲しいっす。リカちゃん人形とかがショーと結構ねいい感じなるほど。うちのねブルベとかねぬいぐるみ。ああ確かに。めっちゃいいじゃないですか。これいいっしょ。めっちゃいいっす。知らなかったっす。1万円で作ってやる。一万か。そう。ハンドメイド。なんかね気がなんかねまた機会があったらね。これはメイクマンさん。これメイクマンのやああメイドの時のメイドの時にサイン入りのこの動画も最高でしたよ。あれね超嬉しかった本当にマジで嬉しかった。で昨日つけたねダイナモね。あ昨日つけたて。昨日つけた。ハイラップでついてる。ああいいっすね。これやばいな。これやばいでしょ。俺ちょっと今これ恥ずかしいからこれ切っていい？俺昨日つけたばっかだから忘れてたこれ。ああこれですね。そう切り忘れちゃった。やりがちですけど。あるだ。これやばいっすね。あばら骨みたいな。可愛いよね。すごいなんかそう切ろうかなと思ったんだけどまたなんかどうせ伸ばしにしそうじゃん。何ですかこれは。これタイですね。2人とも乗ってくれてます。あれやめてくださいなんか。そうフレームデザインさせてもらったんで面白かったこれお店で見に来てください。いいワイクですとっても。いや本当にいいワイクです。 650ミリですね。これ650ですね。もう 700C にしたいです今。あもう変えたいです。ちょっと変えたいです。そうフェンダーつけて固定ギアにしたいです。フェンダーつけああいいですね。いいよね。フェンダーもつくんですねこれ。フェンダーもつく。一応こことあれついてる。はい。そうなんだよね。650B でもフェンダーつけてねいけそうだもんね。42ぐらいだといけるか。これ48、47がか。入るんだったら38か38か。いけるんじゃないですか。そうだよね。そういいですね。そうすげえもう気に入っちゃっててクレーム組んだじゃない。くれましたね。でクレーム組んだんだけど奥さんが結構乗ってくれてるからまあそれはそれでよくってでなんかこればっか乗ってたらもうこれでいいやってなってきちゃってほんと最近マウンテンバイクがこれしか乗ってない。マウンテンバイク乗り行くかもうこれしか。これでいいじゃんってなっちゃう。そうであれだよねやっぱシングルって体調に左右されるよね。めっちゃ速いって時とめっちゃ時間かかる。そう進まねえみたいな。あとあれか風に影響される。逆風の時。逆風の時だ。そうあれこんな進まなかったけど。フリーな時でしかもさらにかも。あるよね。もう昔から言ってること全然違えけどシングルはねシングルならではのシンプルさがねそう楽しみ方と取るべきか。その辺もあれですね。やばいっすよね。これクックペイントワークス。クックペイントワークスさん。ファースト&ストーの。そうコノさんがねやっぱさハンドメイドのさバイクとかでさマッチペイントあるじゃないですか。ラックとハンドルのあれもずっと昔から好きだから俺。サスペンションホークとかもやりたい。超やりたい。あとステムだけとかもいい。ステムフォークで。いいですね。そうあれやりたいんだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。ありがとうございました。ありがとうございます。高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。バックチェックです。お願いします。じゃあ、どんなバックできましたか。通勤の。リュックはもう最近はこのパッカブルパックを使ってますね。似合うね。本当ですか。なんか似合うね。これがめちゃくちゃ調子良くて、どう調子いいの？水筒とか、あとまあ最近はお気に入りのこのね、それ気になりますけど。見せてよ。会社のインスタみんな見てますか？それでクーティング会社だって。カメラ。最近お熱だもんね。お熱です。もうね、休みの日ずっと上げてる。そうです。もうで、そうリュックからってるんで、こうからえないんで、まあカメラはここに入れてます。確かにここねそうなんですよ。出し入れが早くて便利すぎるでもこっちばっか使っちゃう。あ、そうなんですよ。外が山登り行った時とかも全部外です。全部ほぼ全部出しやすいですよねこの感じ。全部外使っちゃう。めっちゃ調子よくて。あとこれなんか外から見えるじゃないですか。そうなんかそれがなんかちょっと自分の持ち物を
世になんかちょっと自慢するみたいな。個性が出るみたいなね。で、それが3パネルっていうの。なんか3箇所あるんで、なんか好きなやつを入れて。海星の今ハマってるものとかがここにそうですね。表現されてるわけ自己紹介ですね。あとはちょっと払わないといけない。忘れないように。それもクリアファイル的な使い方して。網網なんで。一緒の場所でいいな。確かに。あとはまあ本を何を読んでるんですか？真っ黒の。武器としての資本の全然読みめっちゃ難しそう。全然読みわかんない。まだ何ページ？まだ54ページ。始まったばかりですけど。いいそうですね。逆にじゃあ中には何入れてるんですか？中はないんじゃないのさすがに。水筒オンリー。はいはいはい。とあとはなんすかこれ？何これ？補給食。補給食。通勤で。どこまで走る？通勤で補給食。いやまあ仕事中とかなるほどなるほど。持参そうちょっ最近はとね忙しい時にそうつまめるような。そうなんかそう面白い。そういう感じです。研ぎ澄まされた持ち物ですよ。もう最近はこれがセットですね。僕も旅行でこれトランクの中に1個入れといて、出ホテルに置いて先これだけ背負って、はい最高。いやそうですよね。なるほど。海星さんといえばなんかバイクパッキングして長い距離走ったりされると思うんですけど、はいはいはい。そう普段の通勤の時もこれついてます。もう最近はそうこれジャパニーズレッスンの時に作ってもらったフレームバッグ、ジャグさんに作ってもらったカスタムで。そうです。めっちゃ味出てね。そうなんですよ。確かっこいい。でまあリンコバッグとかリンコバッグ入れっぱなしなんだ。遠いところに行ったらね、帰ってくれる。まあこの前ちょっとたまたま使う予定があって入れっぱなしにしてるだけなんですけど、ポンプとあとポンプとか工具とか、そうですね。このサングラス多分似合うやろね。サビちゃんにねアメリカの出張のお土産。耳のあれがゴムでね、痛くない。そうそうそう。かっこいい。すごい。通勤の時もこれつけてるもんね。これめっちゃつけてます。もう毎日つけてます。すごいなやっぱ。以上で。ダイナモもね。ありがとうございます。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。マックです。大地さんです。はい、大地です。これは最近乗ってるあれですか？通勤バイクですね。そうです。大地君の街乗り号。街乗り号。贅沢な街乗り号が。かっこいいですねこれ。何ですかこれは？これはクラストのエポですね。エポ。オールロードフレームで。幡ヶ谷のバイクチェックでもね、紹介させてもらった。そう。ラーキンさんが作ってるそう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 。これマジ最高。あまり見ないトップチューブバッグ。これ今サンプルでちょっと使ってる、使わせてもらってるっていうか。どうですか？いいと思う。海星がジャパニーズオデッセイで使ってたやつで、それを一回ジャグさんに別の人にも試してほしいって言われてて。そう。何入れてるんですか？確かに。トップチューブバッグってあんまこれでももう基本ライドの時とか補充食とか入れたり、マジ今日買った喉痛いから喉すごく暖房がさ痛みと腫れるにはもうこれが安くて容量が紹介してそうそうそう。これほんまは海星使ってた時このプレートなかったんやけど絶対あった方がいいからジャグさんに言ってる。そう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 。この開け閉めがあるのとないのでは全然。それわかるわ。くしゃってなるんだ。片手で開けられへんかったら意味ない時あるよね。一番新品の状態やったら新品の状態も僕一回使わせてもらったんですけど、それやったら張りがあるから開け閉めしやすいけど、海星のほんま使っててマジここやっぱ伸びてくるから絶対にこれがないと良くないっていうので今入れて成長してますねこのバッグが。素晴らしい。めっちゃいい。この薄くてこの黒盛りの細さとそうですね違和感なく全然足に当たるのが気にならない。これはまだある。嬉しい。プロトってこと。そう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 。これからでもう少し良くして製品化なるかみたいな。ね。なるほど。ハンドルバーバッグはハンドルバーバッグこれはもよく使ってるよね。これそうですね。大地さんこれのイメージ強いですね。ここ
ここがね、これ ILE のパイロットバーバックかな。パイロットバーバック。そうここ全部、これなんていうの？これ D カンっていうの？モール？このバンドがかかるところが、ここ上と上からこの下までつながってるからね。これめっちゃありがたいのよ、俺からしたら。どうありがたいんですか？マジで。どうありがたいんですか？これ今、これここに普通についてるやん。これでもロード、メレ乗るときとか、サイコンマウントがここにビュンって出るのよ。ここドンって。ここドンって出るときに、ここも高さが出てたら、かぶっちゃうんですね。そう。それが、鬱陶しいから、そういうときは、ここの位置をここにつけるのよ。これが、ハンドルの真下に、これが入ってくるから。なるほどね。だからマウントがこうあっても当たらない。で、アクセスしやすい。すごい。そう。これマジでめっちゃいい。まあ今ね、大地君はこう下げれるっていう良さを言ってくれたけど、まあここ狭い人にとってはまあ上げれるっていうそうこともできるよね。そこの調整がしやすい。フロントには何が入ってるんですか？フロント、基本やっぱあんま入れへんねんけど、これおかしい。みんなおかしい。ごめん、めっちゃ好きやねん、ちっちゃい時から。あと最近だってクッキー持ってるやろ。自作クッキー。そう。これもめっちゃ気になってた。そう、これはね、手作りのやつやね。これ手作りの、これ輪行バッグ。輪行袋。ちっちゃい、すごい。一緒の用途のバッグ。だいぶちっちゃいね。だいぶちっちゃいですね。めちゃ薄。これでも 100g ぐらい。マジで。このサイズはいいね。これもうでも10回以上は使ってて。破れたりせん。意外と大丈夫ですね。これ生地がおにぎりシートと同じ生地なんですよ。めちゃめちゃ薄いね。めちゃ薄で。耐久性は正直そんなにかなと思ったけど、意外と大丈夫。まあでも理解して使う分には全然いいよね。あ、結構大きい。これ形はあれやな。同じ？フェアウェザーとほぼ一緒。もうちょい小さい。ちょっとちっちゃいです。ちっちゃいんだ。じゃあまあ前輪取ったら。前輪取ってハンドル切ったら結構パツパツぐらい。だからまあ基本はでも前後輪外してあげた方が生地の張りがなくなるから破れにくくなるっていう。そう。めっちゃいい。まあこれはでも完全に自分で一つだけ作ったやつ。そうですね。ただでもワンチャンね。ワンチャン。ワンチャン。コメントが欲しいです。あればめちゃくちゃちっちゃくなるから。フェアウェザーのフェアウェザーの輪行バッグのちょっとあんまり勝手なこと言えませんが、3分の1ぐらいのコメントがいっぱい重量で。僕は欲しいけどな。いや確かに。でもこの間一緒にライド行った時にやっぱかさばった自分のやつでかくて、いいなとは思った。めちゃくちゃちっちゃくなる。結構大きいからね、なんだかんだパッカブルになるとはいえど結構やっぱサイズは。そうだからリュックとかしてたらな全然いいんやけど、基本やっぱ身軽に行きたいタイプやから。そうなったらちょっとこういう速いバイクとかでそんなに積載したくない時とかはめちゃくちゃいい。カタリストつけてデイキャンプ行くんかなっていう要領で来てたもんな。この間のライドで。こっちは結構味出てますけど。こっちはもうでも基本は修理系。チューブ、そうです。リアルのロールトップの。かわいい。いいですね。CO2 とチューブ。で、それ以外はメレにツール缶ケグで工具入れたりとか、それをもうなんかこっち乗りに行くとき、エコ乗りに行くときはそこから入れ替えてみたいな感じかな。だいぶ味が出ててかっこいいっすね。日焼けがやっぱすごい。日焼けいいっすよね。ここかっこいい感じ。ああ、かっこいい。そう？これがいいっすよ。かっこいい。かっこいいっす。これがいいんすよ。これがこの生地の。俺日焼けあんまり嫌なタイプ。乗ってる証拠ですよね、こういうの。そう。これがいいんすよ。焼けちゃうんだと思って。焼けちゃう方がかっこいいです。そう。そんな感じですかね。まあそんな感じです。ありがとう。ありがとうございます。おはようございます。ダンカンさんです。今日もぶっ飛ばしてきたんです。今日もぶっ飛ばしてきました。ブルーラグ最速の汗だく。汗だくで。なんか2月。すごいですね。2月なのに汗だく。
通勤するときはリュックと基本基本そのスタイルですか？そうね、今日はこのロスコ、今あクロスシーズン真っ只中なんで、ちょっとこれ乗り込んでるんですが、なるほど。こいつはなんもラックとかないから。フロントにこの前どこでしたっけ？行ってましたよね。お台場。お台場。あシクロクロス。それこれで走ってたんですか？これでこのままうんも4位でした。惜しかったですね。う4位。 4位惜しくも。あと1個。1個。一人あと1上がってたんです個でね。一番上のカテゴリーになれるんだけど、惜しい。頑張ってください、引き続き。次ラスト最終戦があるんで、はい。バック。次いつですか？次3月1日。 3月1日です。じゃあ応援お願いします。お願いします。 3位以内に入るのを目標にしてるってことですか？そう、昇格昇昇格格は出てる人数によってうん何位まで上がれるかが決まるあかーなるほら、どそう。まあもちろん1位で。1 1位で上がれるのが一番気持ちいいかなと。応援しに行きたい。はい。福島です。福島遠い。銀検討します。行ですか？車ですか？車で。車ですか？そうそうそう。じゃあ、通勤バッグのご通勤バッ紹介を。グ。はい。もうこれ、ずっと使ってるんだけど、スイフトインダストリーズのバンディット。バンディット。はい。丸い樽型の結構ちっちゃめな。ちっちゃめの、まあどうしてもやっぱ、ここがタイヤクリアランスが僕の身長だとあんまないんで、このぐらいのサイズがギリギリちょうどいいっていう感じです。中身チェック。中身は、手ぬぐいが入ってた。手ぬぐい。大事ですよね。手ぬぐいと、すぐ乾くですから。そう、ポンプ。ポンプもう一番信頼できるトピークだ。トピークのハンドポンプ。トピークいいっすよね。そう。と、なんか ILE の前もらったえ筆箱みたいなーやつかわいいに、ここに細かい工具。工具を、チューブと入ってます。チューブはやっぱ TPU なんですね。 TPU、いやまあだってこれだけちっちゃくなるからね。確かに。あこれは確かにちっちゃいですね。袋汚いけど。軽いし。そう。なるほど一応チューブレスだから何かあった時のために一応チューブ。そうです。なるほど。重量も。そう、あんま気変わらないにせず。はいなる。ほど。鍵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 。ワイヤー式。ワイヤーうんはい。あとゴミみたいな。ゴミ。あとはもろもろがあとバンドエイドのゴミが。はい。これもでもやっぱこの枠があるというか、そうね、ここになんか空っぽでも形が整ってんのがやっぱいいですね。このプラスチックの板みたいなのが入ってるから、そう形は綺麗についてる姿もかっこいいので、出し入れもしやすい。そうここパッて開ければいけちゃうので、はいバイクのバッグはまあシンプルで、はい、あれですね。そんな感じです。そんなにいっぱい積まないとか。そうリュックお願いします。リュックこれリュックなんですか？これどこの？これトレイルバムっていうなんかUL のハイクロングトレイルそう系のなんかでもやっぱメッシュこれ大勢に来る時このメッシュにいろんなもの入ってる。そう結局なんか何でも詰め込んじゃうっていうねこのねそうみんなお菓子入ってる。あと手袋と手袋。そうあと今花粉の時期なんでね花粉の薬となるか最高ですねそれは。これは最高今外しちゃったしてすぐ入れる。お店の中入るときはここ外して入れてお財布とお財布と。はいこのね、これ僕も。まあでもいつも本当に汗だくぐらいフルでこいできますもんね。冬でも背中汗かいちゃうからまあちょっとでもね直接だとやっぱ違います。あ全然風が抜けるというかなんか層ができるから汗がカバンにつかないとかっていうより空間があるから風が通るっていうの感覚まあでもやっぱここやっぱベタっと汗かいちゃうとしちゃうからそうなんかその風通るっていうのは確かにそうかもしれない。実際に自分は使ったことないんですよ正直けどそうなんだ。ダンカンさんが通勤で使ってるなら使ってみるか。いや本当ね騙されたと思ってつけるとやっぱ快適さが全然違うからっていう別にあれですねこのブルーラグのバッグじゃなくても全然ねサイズさえ合っちゃえばそう2サイズでしたよね。そうこれのサイズとあと大きいやつメッセンジャーバッグでメッセンジャーにつけたりバックパックにつけたりもう何でもこのねドローコードでギュッとできるんでそうか風抜けるっていう感覚を僕は知らなかったスピード出せばなんかそんな感じのここにそう空間ができるというか
使ってみたいかも。面白い。この中見れるもの入ってます。中は大丈夫。公開で、防寒着。軽いやつですね。ウィンブレ的なもの。何あと普通になんかモバイルバッテリー、キャメラ、キャメラ、コンパクトなやっぱカメラ。これ最近買いました。なんかカメラ流行ってますよね。なんか回線いいの買ってたからちょっとちっちゃいの欲しいなと思ったんだけど、でもこれすごいなんかコンパクトな。ライドとかで持ってくにはこれぐらいが本当ね、気にならないサイズっていうか、ジャージとかでもポケットスッと入っちゃうから。これはあれなんですか？どれ？あれか。これはOIC。もうジャストサイズすぎて。確かに。それのためみたいな。これのためみたいな。そう。ですね。あとはちょっともう今出しちゃったけど、お弁当入れていつも。そうって感じです。ありがとうございます。ダンカンさんでした。参加になりました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今年の一発目の。うちの奥さんがサンバが一番ブルーラグでおしゃれする。本当ですか？嬉しい。もう帰っていいですか今日？そう、うちの奥さんが一番サンバ君がセンスあるですね。僕の奥さんはデジさんが一番おしゃれ。デジさんはそうですよ。ミドル層に。ミドル層。あ、すみません。バックの話。あ、すみません。ノーバックなんですよね。確かに。まあでも大きいカゴがあるんでバッグいらないってことですよね。まあ逆に。いや、そんなこともうそもそもない。荷物がない。ちょっとデニムだね。タオルかと思って。これはここにいつも娘の保育園のなんか替えの着替えとか替えのおむつとかを置いていかなきゃいけないの保育園に。それをこの中に入れてる。で保育園でドロップオフしちゃうから俺が来るときはもう空っぽ。空っぽのカゴに誰も乗ってないチャイルドで甲州街道来る。朝は詰まってる。もう仕事を終えた後。そうなんです。パパバイク。パパバイク。デニムがなんかデニムはねこれね今日休憩中に裾上げしに行こうと思って。シャレがもう補正ルームで。補正ルームじゃなくて。じゃなく。やっぱねいいデニム手に入れたからチェーンステッチで仕上げたいから。チェーンステッチで仕上げたいからねあるのよ。赤耳で商店街にそういうのが得意な商店街にやってくれるところがあるからチェーンステッチで仕上げてもらいます。はい。すいません。今お子ちゃま何歳なの？これ3月で2歳。このチャイルドシートって何歳ぐらい？これねもうずっと基本ね多分小学校上がったらチャイルドシートって載せちゃダメで。で6歳かな6歳までいけるやつこれ。小学校まで。そうじゃあまあこれ買っとけばその一応ね多分でっていうので俺はこれずっと買っといたかなって感じ。スーリこっち側にそうか。確かにねこっち向くしね。お子ちゃん目線だとこうそう楽しいですね。そう飽きさせない。タンデムでこれちゃんとライセンスのやつだからこれちゃんとディズニーにはライセンスあるやつ。本物が向こう見て。でステムバッグですね。ステムバッグも何も入ってない。かわいい。デジさんマジ手ぶらっすね本当。手ぶらだよ本当にもう40手前なのに本当に社会人としてあるまで。財布とスマホだけ。上着着てるから上着の中にいつも入れちゃう。そうなんだよね。バッグはいっぱい持ってんだけど基本手ぶら。子供いるとさもう手ぶらの生活に慣れちゃってベビーカーだったらベビーカーに物を乗せれるし抱っこって言われた時にメッセンジャーバッグなんか背負ってるとかリュック背負ってると確かに抱っこ紐がつけられないから。なるほど。そうか。なるほどね。それで言うとトートバッグの方が多くなったかも。今日使ってないけどトートバッグの方が多いかも。そしたら手が空くから肩はこの抱っこ紐かけてるからこういうこと。そうだこうはいける。へえ。
っていうぐらいかな。だからいいトートバッグがあったら教えて。あれどうですか？ブルーラグの最近復刻したボート。サンバがじゃあ買ってくれるんだったら。じゃあ次のお給料確かにさっき褒めたからさ。そういう怖い。確かにボートいいな。ちょっとバイクも見ときますか。ね、これはあれですね、オムニウムですね。オムニウム。S サイズですか？ XS サイズ。そうあれだから僕はもう子供が小学校上がってこれ乗らなくなったらもうこれ多分乗らないから、その時にはもうサンバ多分ね子供いるしかも。でしょ？その時にはもうあげるよ。欲しいっす。サイズ合わないでしょ。6年後にお子さんがいた後輩にあげるって決めてるんで俺。頑張りますね。代々つないでいったら。つないでって確かにどんどん受け継いでいく。すみませんバッグ背負ってなくて。いやいや全然面白かったです。伸ばせるんですもん。そうなの？そうですよ。そう？エクステンダーみたいなの入れてこんだけでかかったら伸ばす必要ないですよね。だってもうお子さん乗せてカゴ1,3系もついて。最近足が窮屈そうでさ。あんまこいつを前に出しちゃうと危ないからさ。ちょっとどうにかしなきゃなって思ってる。したらあれかな、リアラックつけてパニアバッグにしようかなと思ってる。荷物を後ろにしたらこいつを後ろにいけるから、ここの暗余が暗余クリアランスが広がると思うから。生まれて初めて聞いた。暗余クリアランス。いろいろ頑張っています。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい。バックチェックです。はい。構成チームのアンさん。はい。多分前回はブロンプトンだったと思うんですね。前回やってもらった時。で今日はリスクとストラグラーだ。サーリーのストラグラーがカーゴフォークになっている。フルート号ですね。フルート号です。犬号です。これちょっとバックの前に気になる。確かに。巨大な。何ですかこれは。これプロトです。プロトタイプ。テスト中。今年の冬には。あ、そうなんです。なんか以前もあったのとどんな感じで変わろうとしてるんですかこれ。同じ形で形変わってなくて。で中のターポリンを取って中に綿入れてふわふわあったかく。なんかこの入れ方って変わりました。そう変わってて戻ってきてるハンドルも。前は戻ってきてるハンドルのみだったんですけど、これちょっとフラットバーもいけるようにこっちからも入る。すごい。なるほど。全開できる。割と好きな方向から手を入れれるような。そうです。これが中パチパチがなかった。そうパチパチなくてここ縫ってた。そう。なるほど。良さそう。まあ自分にハンドルに合わせてみたいな感じで。これが今年出るかも。はい。今年出ます。楽しみです。あったかいです。ステムバッグですね。バイクポケット。バイクポケット。バイクポケット。これもだいぶバイクポケットをステムバッグ代わりに使ってる感じですね。ステムバッグ代わりに使って、だいたいこの鍵しか入れてないかな。鍵と携帯ぐらいしか。まあでもそうですよね。あとこれか。これたまに最近よく使ってるけどこうやって入れてますね。なるほどなるほど。こんな感じで。っていうロック。かわいい。鍵本体はこっちについてるんですね。鍵本体はそっちについてて、鍵もなんかお洋服着てるというか暖かい感じ。そう、手編みの。で、3ウェイ。メインのバッグはじゃあこのパニアがついてるんだ。そうです。だいたいこれ犬乗せてる時は前のカゴが埋まっちゃうんで、後ろに荷物。なるほど。リュックとかはもうしょうがない。リュックも最近は背負ってないかも。ミニマリストだ。これなんかじゃあお買い物とかした時用みたいな。もう入れますね。なんか野菜とか買った時はこっちに入れると段差で結構なんか衝撃ガチャンガチャン後ろだと痛みそうな。そうなんか浮いてるから。なるほど。柔らかい。柔らかくいなしてくれる。そうですね。なんかハンモック的なわかんないけど。お野菜用でじゃあ。
そうなんか帰るまでに痛みそうな感じ。わかんないけど。これは何用とかあるんですか？これはいつも入れてるんですか？これはプルートが座るときそう座るときになるほど足が出ちゃう。そうか。この間から。暗夜がさ。間から暗夜クリアランス。暗夜クリアランス。使っていきたい。プルートの暗夜クリアランス。なんか意外とぴったりだ。そこから出て、多分当たってないんですけど、キャインとか言って言うんですよ。確かにちょっと怖いですね。なんかかわいそう。まあ何かしらは絶対敷いた方がいいって感じですか。敷いた方がいいと思います。ちょっとなんか大きなワンちゃんとかだったら割と手あれかもなんですけど、意外と子とか穴大きいんで。なんかクッションみたいなのも作ってますもんね。ここに入る。そうですね。あれはマットの四角いやつ。ふわふわのやつ。そう、あれでもいけます。だからそうですね。人間も座るけどワンちゃん用としてもそうですね。いけると。なるほど。プルートのインスタみんなフォローした方がいいっすよ。本当に。知ってる？プルートのインスタ。プルートのインスタがあるんですよ。そう。アンさんの愛犬の最近解説しました。個人アカウント。そう。探してみてください。探してみてください。別人です。見た方がいいよ、本当。こんな感じかな。フォローお願いします。ただね、わからない方もいらっしゃるかもですけど、あんちゃんのプルート最近だとドッグベッドのモデルとして出てもらってる。Tシャツに愛用してます。最近あれをちょっと見てもらって犬グッズいろいろ読ませていただいて愛犬家のありがとうございました。おはようございます。おはようございます。初めて。ちょっと簡単に自己紹介かな。自己紹介。お名前と何やってるかです。お名前はキュージと申します。あだ名がキュージ。なんでキュージなんですか？なんでキュージなんですか？なんで野球やってたのと出身が兵庫県西宮市で甲子園があるんで。なるほど。甲子園といえば阪神タイガース。阪神タイガース。阪神タイガースといえばやっぱり藤川球児。ここにね、ちょっとね、ここにいたりとか。そうです。ちょっとね、ここもかな、もしかして。そうです。タイガース感があるわけ。タイガースから愛を感じますけど。球児は何をやってるんですか？撮影チームで写真のカメラマンです。カメラマンに来て商品の撮影もしてくれるし。バイクチェックも徐々にやらせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。キュージ君のバッグは通勤バッグはこれですね。あれ今までで初めてじゃないですか？逆に初めてかも。スタッフ多分そうです。確かに。これは何ですか？これはストロールサコッシュ。ストロールサコッシュです。オリジナルのね。オリジナルの。これを使ってる理由とかってあるんですか？なんか。理由はサイズ感がやっぱり通勤にはちょうどいいっていうのと、あとリフレクターついてるんで、自転車乗ってる時はいいかなっていうのですかね。中身チェックしようか。中身チェック。見せていいもの入ってる？大丈夫？特になんか見せれる。なんか鍵、U字ロック。U字入ってるんですね。とまたこれも鍵。みんなだから割と鍵かお菓子しか入ってないよね。鍵2つも確かに。何を使い分けてるんですか？これ。いやなんか普段持ち運ぶときはこれが多いんですけど、なんでかちょっと入ったまんまになってて。でもいいね。でもね、本当はね、防犯意識。本当はさ、車輪だけ持ってかれたくないとかさ、全部止めたい人もいるよね、やっぱ。そうですね。ここでね、ビヨーンっていきますもんね。で、かつこれでやってたら間違いないもんね。防犯意識高いね。防犯意識高めぐらいですかね。これはティッシュポーチに中に入れてるのはティッシュですね。ちゃんとした花粉症なんでティッシュ、絆創膏、リップとか。なるほど。そういうね。メディカル系の。すみません。あとはカメラマンなんで。そうか。カメラ。鼻に離さずカメラは。ぐらいですかね。あとライトぐらいです。結構じゃあそんな荷物多くない？そんな入ってないですね。財布とかは手出し。財布はそうですね。ポケット入れたりとか。必要なものって感じやね。そうですね。
まあでもこういうの入れる。一番最後に撮ってる写真何？気になるねこれ。ワインの写真。そうですね。思い出のワイン。まあでも本当スマホとかで撮る感覚のものも撮ってるんやね。そうですね。なんかもうちっちゃいコンデジはなんか遊びに行く時とかは絶対持ち歩いて。なるほど。ちょっとじゃあ自転車もねせっかくなんで。ありがとうございます。キュウジ君の初めて組んだバイク。はい、グルーラグで初めて組んでいただいたのが。これは何ですか？これは何ですか？フェアウェザーのタイです。タイですね。金子兄さんと一緒ですね。金子先輩、金子兄さんの。金子兄さんの。いろんなバイクある中で入社して一発目に組んだ理由っていうのは、やっぱりシンプルな自転車が好きっていうのと、あとはまあ入社してすぐにこのオリジナルで金子さんが、設計されたフレームが出るっていうので、乗ってみたいなっていう単純なそういう思いです。動機がね。はい。入ってきた時にもうドンズバだった。タイミングがね。そうですね。いいバイクじゃん。かっこいいな。50B だし。パーツが違うだけでだいぶ雰囲気変わりますね。金子さんのバイクと。そうですね。これ 700C と 650B ってホイールが2つ入るんだけど、こっちの太い方にしたのは何か理由ある？一回ちょっと太いタイヤの自転車に乗ってみたいっていう、ずっとなんか今まで 700C の細いのしか乗ったことなかったんで。なるほどなるほど。じゃあ今回は両方いけるこっちにさいて。そうですね。なんかこれが本当タイの面白いところね。この2種類選べる。シングルでね軽快な感じだけど、ちょっとこういう太いタイヤも履けちゃうっていう。面白い。48かな？違うか。42か。パーツは全部誰かと相談してやった？自分で。ラマ君と一緒に。じゃあラマビル。ラマビルド。ラマおすすめのじゃあパーツといって。ハブとかね。そうですね。一生もんじゃんこれ。ハブもいきなり一番いいのいったっていう感じの。でもあとハンドルは結構ハンドル気に入ってます。ターミナルバーだっけ？違うっけ？なんだろう、サーリーのハンドル。サーリーの。さっき勝手にちょっとだけ乗らせてもらったけど、気持ち前傾強めにやってるなと思って、ちょっと速い感じが好きなのかな。意外とこう戻ってるけどそこまで戻りすぎてないみたいなのが好きでっていうので、これいいんじゃないかっていう。なるほど。ちょっとだけほんのり戻った。ミドルバックスイープバーです。割とね長いステムで、そこそこ前に荷重かかる感じだったね。かっこいいですね。小物のクランクもつけてるじゃないですか。クランクもね、ここはちょっと競輪のいいじゃない。大事にしてね。はい。本当に。結構いいパーツ入ってますね。チェーンリングもアーロンで。まあギア比ちょっと軽めでね、多分。そうですね。こう気軽に乗れる感じというか。ギア比は 2.5 とか 2.5 ぐらいやったと思います。ちょうどいいね。これはもうなんかお休みの日とかも移動に使ったり。もうほぼ毎日。ほぼ毎日。これしかない。これしかないです。はい。ほぼもうこれだ。そうです。エブリデイタイだ。いいね。どこに行くにしても。どこに行くにも。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今後もいい写真撮ってください。はい、頑張ります。ありがとう。ありがとうございます。